皆さんこんにちは。こちらはソニー TA2000F です。発売は1971年。当時の値段は12万8000円でした。レトロで美しいアンプです。BTS 規格を満足する高精度の VU メーターがついていました。今回はこのアンプの性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。周波数特性は素晴らしい性能です。ソニーのアンプは50年前からハイレゾに対応していました。SN 比はこの時代の標準的な値です。出力インピダンスが高めなのが少々気になります。実際の性能を測定で明らかにしていきます。前回はこのアンプを修理する様子をご覧いただきました。今回はこのアンプの測定結果と実際の音をご紹介します。それでは測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。若干低域がドロップしていますが、基本的にフラットです。このアンプには音色がありません。過渡応答も問題なしです。ノイズと歪みを見ていきます。線が下にあるほど高性能です。これは同じ年代のアンプと比べた結果です。今回のアンプはグレーの線です。緩急式のラックスと重なっています。このあたりがこの時代の標準的な性能のようです。ラックスより出力電圧に余裕があります。ダイナミックレンジと直線性を見ていきます。現代のアンプに比べると良いとは言えない性能ですが、このくらいでも CD の再生に十分です。出力インピダンスを見ていきます。おおむねカタログスペック通りですが、かなり高めです。パワーアンプをすぐ近くに置いて短く配線すれば問題ありません。アンプの価値を決めるボリュームの性能を見ていきます。回転角の低いところの誤差が大きいです。このアンプには出力レベルを調整する機能がついています。これを使って回転角半分以上のところで使うように調整するといいでしょう。フォノイコライザーの性能を見ていきます。こちらはフォノイコライザーの周波数特性です。全く問題ありません。ここはメーカーや年代を問わず規格に忠実です。ノイズはどうでしょう。グレーの線は無音溝のレベルです。イコライザーの雑音はこの線の下にあるので問題ありません。こちらはフォノイコライザーのノイズ性能のランキングです。矢印が今回のアンプです。左のオーディオテクニカと同じ性能です。レコード再生の音色を決定づける静電負荷容量がこちらです。1000ピコファラッドを超えています。広域が少し落ちたおとなしい音色になるでしょう。このアンプの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は音楽ソースそのものです。
YouTube の配信では CD 並みの音質です。2番は今回のアンプの音です。このアンプには音色がありませんでした。原音との違いはノイズだけです。ソニーの音は存在するのか、測定でわからないものが耳に聞こえるのか、今回は答えを伏せてお聞きいただきます。それではどうぞ。音楽室の古いピアノに音楽室の古いピアノに音楽室の古いピアノにこのアンプが登場したのは71年です。アンプは真空管からトランジスタになってすぐに原音再生できる性能に達したようです。このアンプは CD の再生に十分使える性能ですが、それが登場するまでプレイヤーがボトルネックになっていました。このアンプは現代の製品にはない独特の魅力があります。高級感のある佇まいは懐かしく所有する喜びを感じさせます。このアンプは趣味のアイテムとして満足度の高い製品の一つです。ご視聴ありがとうございました。